蛭子愛子さん、当時12歳。南蟹谷町にあった国鉄宇品線大津口駅そばの官舎で暮らしていました。八本松に疎開しようと学校に相談に行く準備をしている最中、自宅で被爆。爆心地からおよそ 2.6 キロでした。顔や頭に傷が残りましたが、それよりも被爆者に対する世間の冷たさに心を痛めたといいます。両親とそれから2つ違いの姉と私、それから弟が7歳の子が弟で、5歳が女の子で妹で、あと3歳の男の子と生まれたばっかりの、子が家におりましたね。あとその下の弟と妹と3人は近くのお寺さんがあるんですよね。そこへ遊びに行ってたんですね。国鉄の官舎がその下に4軒56軒あったかな、並んでありまして、その中に1軒のところにいたんですけど、ちょうど原爆受けた時は父は広島駅におりまして、私が女学校の1年生だったので疎開をしようとちょうど母が支度しているし、私もまだ支度はしてなかったんですけど、その時はね姉のお古じゃ言ってワンピースをもらってたんですよね。だから私はまだ出る支度をしてなかったんだと思うんですよね。出るんだったらやっぱりちゃんとした制服ともんぺかななんかを履くと思うんですけどね。そういった時に空襲警報が鳴ったんですね。大いうたと同時にボーングラグラーっともうすぐなって、空襲がちょっと先本当に2、3分も経って鳴り出したかいうようにも揺れてカーッと光ったのはありました。こっちなしに、とにかくなんかグラグラっとどっちが先じゃったかちょっとあれなんですけどね、とにかく光る音がする揺れるいうのが3点ありましたね。その時の音の大きかったこと、揺れの大きかったこと、何事かしらんって思って、しばらく本当に起きられんぐらいもう真っ黒になってわーっと回ったんですね、家の中が。その時に私がすぐ男の子が廊下に寝せられてたので、すぐ抱きに行ってこうしてかごんで抱っこして、ほんでしばらく見えませんのよね、ヘリがもうしばらく揺れて、ほんでちょっと落ち着いたんで顔を上げたんですけど、そんなに見えないというか、それで見たらもう本当に畳の上から50センチぐらい屋根の瓦が全部落ちて、上見たらもうあれがある。で壁が昔のことだから土壁ですよね。その土壁が全部中に落ちて、それこそタンスが裏に飛んで、ほいで裏じゃない表に飛んで、下駄箱が裏に飛んで、こういう回り方があったんです。どんなになったんかね言いながら、とにかく僕が入ろうやいって言おったら、小さい子供たちが帰ってきたんですよね。わーって泣きながら、本当に母がすぐ連れに行って、すぐ横の防空壕に入ってじっとして、本当にじっとしているだけで子供たちもこしてね、それ小さい子にね、で喉も渇くし言うんで、ちょっとそろっと外に出て行って見たら、玄関の方に台所があったんですが、水道管がポーッとこういうふうに出て、でも全然水も出ないし、で中に入ってお釜なんかを蓋を取るんじゃ、中にはもう土やらも入って何にも食べるものがないんですよね。だからすぐ帰ってからもう何も食べられんわって、とにかく我慢しよう、お父さん帰ってくるまで我慢しよう言って、ずっと本当に
飲まず食わずですね。で近所の方がおられて、すぐ隣の方は爆心地の方向いとられてから半身やけどされてたよね。私たちはちょうど陰におったんで、ガラスの傷はもう額から腕から今でもちょっとあるんですけど、ガラスが立って、ほんで全身に小さいガラスがボーッと立ってしてましたけど、その時に痛いも何も感じずにそのまま防空壕でじっとも子供たちも泣きもせずに兄弟もね待ってましたがね。そうすると2時半ぐらい、定かではないんですけど時計回りだから父がそう言ったんですが、本当父も何ですかね、裸同然で帰ってきて「どうしたお父さん」って言ったら亡くなられた方がいっぱいおるから、今の新幹線口の広島の新幹線口の道路で隔てた向こうに海兵隊なんか広場があったんですよね。そこへ死体を全部山のように積んで、ほんで油をかけて焼いたんだと。で焼いて少し収まったから帰ってきた、こっちの心配じゃけん帰ってきたんじゃいって歩いて帰ってきたって言いましたね。でそれじゃいけんどうにかせんにゃ言うんで、第八車言うんですかね、なんかそんなんに子供たちを乗せて何にも持っていくものがないんですよね。もうぐちゃぐちゃになってるから。とにかく乗って父がそこから引いてとにかく秋中の小学校へ行ったらいいいうのどこからか聞いて、何にもないんで履くものも出すこともないし、もうとにかく逃げよういうだけで裸足で逃げましたね。はい。多分肘山だったと思うんですよ、やけどした人が。黒いのが焼けるんですよね。黒が焼けてて、白の半袖シャツは着てたけどブルマ入ってる人ですよね。女の子は短いパンツのこうなったようなのが、それが焼けたりして髪の毛が焼けてピタッとひっついて、もうそれこそ何時間かしか経ってないのにもう皮膚がドロドロとひっついて焼けただれた感じ。本当見るのもこっちも一生懸命だからそんなに一生懸命見てないんですけどが、とにかく泣きながら肘山の学校から御弁殿って山にお城があるんです。お城社がね、そこに行ってたいうのは聞きましたけどね、勤労奉仕で。はい。でそこで高いところじゃからやっぱり被爆したんじゃないんですかね。それで降りて逃げてきたっていう感じのようでしたね。だから私らが逃げたのが2時過ぎでからもう3時だいぶ経ってからでしょうね。でもすぐには降りてこなかったんかそこまではわからないんですけどね。どこのあれかもから道路のへりでちょうどおにぎりを食べなさい言ってどういうんですかね、いくつぐらいの奥さんか白いカップ前掛けして握ってくださってね、それでみんなに一つずついただいて、その時にものすごく父は厳格な人でね、どんなことがあっても厳しくする人だったんですよね。それがおいしいって食べる姿を見て、厳格な父がねなんと
悲しいね言って私たちも食べたんですよね。秋中のじゃから2時半3時もう夕方でしたかね、秋中の小学校に着いたのが入ったすぐのところにもう被爆してやけどした人が寝かされてるんですね。布団も何にもないところにこう寝かされて廊下のところに。ほいで「暑い痛い痛い」言ってみると昔のことだけ大きな灰、こんな大きな灰がもう体中についてそれがチクチクするんで痛いんですよね。痛い痛いって私たちもって見ても何もできないからただ見るだけで。ほんで暗くなってきて広島の方へみんなが出てみたら山がこうあってその向こうが真っ赤ですよね。ずーっと燃えてるんですよ。もう上の方から横から全部が。それをわー言ってしばらくみんな何人か避難してたけど見て言葉にならずに寝ることもできないいうことでどういうふうに過ごしたかちょっと覚えてないんですけど座ったままでねちょっと長いことちょっと外見てましたねみんなが。終戦になったんよ言ってそれから4、5日経ってからかな父が元の蟹屋町へ南蟹屋へ帰ってみようと。そうしたらやっぱりすごいそのままねまだ柱だけは立ってるんです。壁が何にもない天井もない。だからその柱へ向けてくくりつけて蚊帳をねみんなが転げてもう終戦いうことでみんながもう穏やかになって屋根を見て「わあきれいなね星がきれいなね」言ってわー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 騒いだのを覚えてるんですよ楽しくて。それまでの怖かったのはもう一途に忘れてみんなで大騒動してはい夜一晩過ごしましたね。新潟へ行ってそこに感謝があって中学校があってそこへ私が中学1年ですね中学校で言えば女学校だったから学校に挨拶に行ったら家から出ないようにってとにかく勉強は持ってくるからこれしなさいって先生が本当にね家があって坂があってもう運動場なんですよね。で先生がその用紙を持ってくるんですね。これをしなさいってこうやってとにかく学校へは来ないように言われて入るってしてで窓からこう覗いたらみんな運動したりしようってんですよね。それが寂しくってもうずっと家から学校を眺めるだけでしたね。一回も行かしてもらえなかったいうことですね。とにかく来たら原爆が映るから来ないようにっていうのを言わされましたね。何が映るんでしょうね。そういう風潮がいろいろあったみたいですね。はい。で大きくなってからは、原爆受けた言うたら絶対に結婚できんから言うちゃダメよって言われましたね。友達同士がね「あんた言わん方がいいよ」とか言ってまあそんな思いしましたけどね。はい軽ヶ浜は上を線路が通りますね。その下をこうくぐっていくところの出たところに感謝があまり大きくないんですけどね感謝があったんですよ。そこの町内のお世話役の方が来られて学校があるんですね。広い運動場があってそこにアメリカ兵がもう来とったんですよね。下の子供さんはいいけどあなたは
頭を刈って坊主にして男の服装をしてくださいと。10メートルもな5、6メートル普通の道幅があって、その向こうにも学校があって、その門から出てくるんですよね。休憩になるとアメリカ兵が出てくるんですよ。とにかく頭を刈って外に出ないようにして、兵隊さんが出たらすぐに押し入れ隠れてずーっとおりましたね。被爆体験は被爆を受けたその当時だけのことを皆さん話されて、私は受けてからのことだからちょっと違うんじゃないかなというのもあったんですよね。それが一番大きい。でもやっぱり被爆体験の中に入るんじゃないかなと、私は辛い思いしてきとるんじゃからこれも聞いてほしいなっていうのがあって、でそれからいろいろ思い出したら辛いこともあり、自分が頑張ったところもあるし、だからよしこの世には負けまいというので、とにかく下を見ずに上を見て生きようと。自分が崩れたらもう自分で損ですからね。そのことはもう忘れて、じゃあ私今度これから幸せになろうということで今まで行動してきたし、はい、その過程をあの世行くまでにちょっと喋っときたいかなと思ってお話ししました。自分で幸せを取らんと誰もくれないし、昔こういうことがあったからって落ち込んでするんでなくして、じゃあどうしていこうか言うて上を見てね行くのが私の性格なんですよね。そうするとやっぱり道も開けてくるし、そういうことも忘れることはないけど、それを踏み台にして幸せが来ると思うんですよ、私は。